こんにちは、月島です。先日、ウェーブスより NX オーシャンウェイナッシュビルという新しいプラグインが発売されました。これは以前レビューしたことのあるアビーロードスタジオ3というスタジオをヘッドホンの中に再現するプラグインと同じタイプです。今回はこの NX オーシャンウェイナッシュビルをレビューしていきたいと思います。今回の動画は5つの項目です。プラグインの概要、使い方、音源の視聴、アビーロードスタジオ3との比較、最後に感想とまとめです。まずはプラグインの概要について見ていきたいと思います。このプラグインはオーシャンウェイの創設者であるアレン・サイズ氏によって設計されたスタジオのコントロールルームを再現したプラグインです。楽曲をミックスするときにこのプラグインを使うことで実際のスタジオでスピーカーを通したような音響空間をヘッドホンの中に再現してくれます。通常ミキシングはスピーカーで行うことが基本ですが、ヘッドホンでもミキシングが可能になります。以前レビューしたアビーロードスタジオ3のオーシャンウェイ版です。それぞれどんな風に聞こえ方が違うのか比較してみるのも楽しいと思います。それでは実際に画面で操作しながら見てみたいと思います。まずこのプラグインをどこで使うかですが、マスタートラックの最終段にこのプラグインを挿入します。基本的にはそれだけです。実際に挿入して起動してみます。はい、起動しました。操作パネルを端から見ていきたいと思います。左からスピーカーの切り替えができます。HR5 は近いスピーカー、HR1 は遠くの大きいスピーカーです。音が違ってきますので、ミックス時に切り替えながらモニターします。ローテートスタジオでは頭の向きを意図的に変えることができます。向きによって聞こえる音が変わってきます。音を出しながら回してみます。アンビエンスはスタジオの空間の奥行きをコントロールします。アビーロードスタジオ3にはなかったパラメーターです。広い空間にしたり、デッドな感じにしたりできるみたいです。個人的にはこのパラメーターは固定でいいのではないかと思いますが、どんな意味があるのかは今後操作してみて検証してみたいと思います。レベル、聞こえる音量のレベルを調節できます。ヘッドトラッキング、これは別売りのデバイスを設定して頭に装着することで頭の動きに合わせてリアルタイムでローテートスタジオが動きます。私は持っていないのでここは使いません。ヘッドトラッキングをオフの場合は先ほどやったように手動で動かすことができますが、私はセンターに固定で十分だと思います。ヘッドホン EQ、ここに登録されているヘッドホンを持っている場合はオンにして指定します。もちろんオフでも使うことができますが、対応するヘッドホンを指定してオンにできた方がより精度は上がると思います。先日開封レビューしたソニー MDR7506 はリストに入っていますので、これを選択します。基本的にスピーカーの切り替え以外は最初に設定してしまえばそのまま使えるプラグインです。またミキシングが終了してファイルに書き出すときはこのプラグインは忘れずにオフ、バイパスにしてください。次は実際に音を出して聞いてみたいと思います。このプラグインのありとなしでどのように聞こえる音が違ってくるのか比較してみたいと思います。まずキックの音を再生します。プラグインはオフの状態です。次にプラグインあり、スピーカーはニアの HR5 で再生します。
次に一番大きなスピーカーの HR1 で再生します。それぞれ全然違う音になっています。プラグインなしの時に比べて奥行きが再現されています。次にドラムセットのループを再生します。まずプラグインをオフの状態で再生します。次にプラグインあり、スピーカーはニアの HR5 で再生します。次に一番大きなスピーカーの HR1 で再生します。次はドラム、アコースティックギター、ベースのループを合わせたフレーズを再生します。まずプラグインをオフの状態で再生します。次にプラグインあり、ニアの HR5 のスピーカーで再生します。次に一番大きなスピーカーの HR1 で再生します。どの音もこのプラグインなしの状態だと耳のそばで鳴っている音ですが、このプラグインを通すと本当にスタジオで聴いているような空間を感じる音になっています。次はこの NX オーシャンウェイナッシュビルとアビーロードスタジオ3でどのように音が違うのか比較してみたいと思います。NX オーシャンウェイナッシュビルとアビーロードスタジオ3を立ち上げました。それぞれのスタジオで音を再生して違いを比較してみたいと思います。今回選んでいるスピーカーは NX オーシャンウェイナッシュビルでは HR1、アビーロードスタジオ3では FAR でそれぞれ一番大きなモニタースピーカーです。それではキックを再生します。まずオーシャンウェイスタジオです。次にアビーロードスタジオ3で再生します。次はドラムセットのループを再生します。まずオーシャンウェイスタジオです。次にアビーロードスタジオ3で再生します。次は先ほどと同じでドラム、アコースティックギター、ベースのループを合わせたフレーズを再生します。まずオーシャンウェイスタジオです。次にアビーロードスタジオ3で再生します。やはりそれぞれのスタジオで音の違いがあるようです。いかがだったでしょうか。どの音源もしっかりとミックススタジオで聴いているように聞こえますので、とても良いプラグインだと思います。また NX オーシャンウェイナッシュビルとアビーロードスタジオ3で音の違いもしっかりとありますので、制作中の楽曲の雰囲気に合わせてチョイスしてみるのも楽しいと思います。
使い方もマスタートラックの最後に挿すだけですので簡単です。今後もヘッドホンでミックスする際には欠かせないプラグインです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。